こんにちは、こんばんは、どうもタムです。今回はミラクバレーのスナイパーの攻めの立ち回りを解説していきたいと思います。自分が普段行っている立ち回り、まず最初は A 前まで駆け上がっていくことです。A 前まで駆け上がっていくことによって A のサイトの中から構えている敵を一方的に視認して打ち返すことができるので、よく初動でキルが稼げます。そして手前の敵が殺せたと思ったら、普段行っているのはここの手前に張り付いてまだ奥にいる敵を殺すか、そこに敵がいないようだったらこの右の少しした瓦礫のところまで歩いていってサイトの中を狙っていくことですね。ここの瓦礫はいても 2,3 人なので、味方と一緒に上がれば死ぬことはないと思います。もう一個 A を取る立ち回りとしては、今見ている道路反対側の上から撃ち下ろすのもありではあります。おすすめできない理由が一つだけあって、あそこまで上がってくる敵がかなり多いんですよね。そうすると至近距離で戦わなきゃいけないのがスナイパーのレンジじゃないので戦いづらいんですよね。このマップ結構中央に敵が寄りがちなので、このように横に大きく広がってさえいれば敵の横を簡単に突くことができるので、スナイパーでキルを取るという意味では大事な動きですね。いけるんだったらこのまままっすぐ B サイトに向かって歩いていくことも全然いいと思うんですけど、この右手にあるちょっとしたお家たちの裏に敵が固まっていることが多くて、ここのちょっと前に出て B の中を撃ってると横っ腹を撃たれがちであんまり好きじゃないんですよね。ただ味方が一緒に上がってくれるようだったら全然ここから B の中に向かって撃っていく立ち回りをしていくのはおすすめです。次におすすめなのはこの B の左側を歩いていくことですね。この B の左側奥は、たまにスナイパーがいるんですけど、そのスナイパーがいない場合は簡単に、フリーに取ることができるので、B サイトに向かっている敵を打ち倒していったり、B サイトの中にいる敵を、横っ腹ついて撃っていきたいんですけど、これは忘れてください。ただこの映像を見ていただければイメージは伝わると思うので、やってほしいことは分かってくれると嬉しいですね。もう次行きましょう。次のセクターはもう誰よりも早くこのポジションに行くことを目標にしましょう。そうするとあそこのタレットやこの手前に張り付いてるほか、今地雷置いてる敵もいたんですけど、こうやって走り回ってる敵もよく見えるので、本当にここが命って言っても過言じゃないぐらい、ここに一番最初にたどり着くことが大事ですね。これするだけでキルがあっという間に稼げます。一点だけ注意したいのが、左顔出しすぎると左下に敵がいることが多いので、撃ち殺されないようにだけ注意してください。このまんま A 中の敵だったり B のスナイパーを殺していくのもありっちゃありなんですけど、チームの助けになってるかって言われたら全然疑問ですよね。なんで自分はやることを試合中変えたりしますね。例えばその A の手前まで味方が取れてそうだったら A のちょっと外側から中覗いて、近距離にはなっちゃうんですけど殺したりとか、それかその A の左側の側面に穴があってそこから A 中入れるんですよね。そこから凸砂みたいに中入って裏取ったりとか、そういう工夫をするのもいいんじゃないかなと思います。ほとんどの場合確実に A は取れることが多いので、自分は B を取ることを意識しながら立ち回りをしています。B を手助けするにあたってこの左側大外を少しずつ前に上がって、敵をキルしながらですね上がっていって、今度最終的に B の中の敵を殺すのがこの立ち回りの目標です。ただこのマップの一つ嫌いなところが、さっき撃ち殺したんですけど、建物の上が多分はしごで行ってるんですかね、行けちゃうところがあんまり好きじゃないんですよね。あそこにいるだけで試合負けちゃうんですよね。なんでか知んないんですけど、そのぐらい強ポジってことですね。なんでそこに敵がいる時点でだいぶ積みゲーなのが
このマップのあんまり好きじゃないところの一つです。この左側を押さえるだけで B サイトに流れてくる敵の量がかなり減るので、かなりサイトの中の味方の助けになっていると思います。もう一つ立ち回りを上げるとしたら、右奥からサイトの中を撃つことなんですけど、右奥はちょっと高低差が激しいのと、戦車が高確率でなぜかいるんですよね。なんであんまり自分は言ってないです。はい。このセクターが取れた後にやることを話していきたいと思います。残党狩りは当たり前なんですけど、さっきみたいに初動でたくさんキルを稼げるっていうイメージ、たくさんキルが稼げるポジションがないので、少しずつ味方と一緒に上がっていくのがこのセクターの最初のムーブになります。ただ意識したいことが何点かあって、このセクター最初敵が味方陣地ギリギリまで張り付いてくるんですよね。そうなってくると味方とゆっくり上がっていくことしかできないので、このようにしっかりと遮蔽に隠れながら横にいる敵や正面にいる敵をしっかりと撃ち殺していく。かつ死んでも味方に蘇生してもらえるような距離感で戦っていれば、自然と KD も守られながらキルも稼げるんじゃないかなと思います。この最初のムーブ、左に行ってると思うんですけど、目標地点が一応一つあって、それはこの後紹介するんですけど、A サイトの取得にとても役に立ちます。基本理念はもうずっと同じで、敵の横をつっつくことなんですけど、敵の横をつっつくにしても、そこに行くためのしっかりとした準備が必要で、いいポジションはやっぱりハイリスクハイリターンなので、ゆっくりと敵をキルしながらしっかりと自分のポジションにしていきましょう。そうするとこの家が見えてくるんですけど、目の前のこのガスタンクですね、それを登ってこのように後ろにジャンプすると簡単に乗れるので、ここに乗っかるとこのように先ほどの丘にいたような敵と、周りにいる敵をこの目の前の遮蔽と広い視界を持って撃ち下ろすことができるので、かなり気に入ってます。ここは守りでも使ってるんですけど、これは次回また紹介します。運が良ければ目の前の家が壊れてて A の中が丸見えになったりするので、このように A のサイトの中の手助けにも先ほども言ったようになるので、このポジションは最初に狙うのが一番いいと思います。最後に紹介するのは B 攻めのやり方なんですけど、 B 攻めは一通りぐらいしかないですね。この右手に広がった大きな草原を目指していくんですけど、この草原って結構いろんな車線から隠れやすくて、この柵の裏に行くとしゃがむだけでこの目の前の小さな石垣に隠れられて、そうすると右の横に張り付いている敵を一方的に殺せることが多いんですよね。なので B を攻めるときは基本この右の方に広がっていくイメージを持っていきましょう。以上がミラクバレーの攻めの解説でした。これからもこのような動画を作っていくので、ぜひ高評価とチャンネル登録をして次回作をお待ちください。次回はきっとミラクバレーの防衛になると思うのでお待ちください。普段は Twitch でぼちぼちと配信しているので、質問とかあったら配信来てコメントしてください。コメントしてくれると嬉しいです。ご視聴どうもありがとうございました。